最近、私もですね、よく飛行機乗るんですけれども、ANA派か JAL 派とかって言われるとですね、僕は両方派でございましてですね、ちょっと昨年 JAL ちょっとミスっちゃってですね、ダイヤモンド、本当に僅差で逃してしまってですね、今年は今、ANA でも JAL でもですね、マイル修行しておりまして、両方とも今年はダイヤモンドになる予定でございまして、ANA は、ずっとダイヤモンド、今年も続けておりますけれども、この ANA に関してのお話をしたいなと思っております。最近ネット上でですね、ANA の CA さんが TikTok でなんか可愛い踊りをしてるみたいな映像がですね、非常に話題になっておりまして、このなんか、女子した若い女の子が可愛いダンスをTikTok で踊ってるのはすごい企業イメージとしていかがなものかと。こんな CA がいるエアラインに乗りたくないとかですね、そういうことを言って叩いてる人たちがいたんですが、これ多分大間違いで、多分そのお客さん、特にプレミアユーザーみたいなお客さんは TikTok 見ないと思って完全に実は無視されてると思います。そうではなくて TikTok は多分10代とか20代の女子向け、そういったところのユーザーさんが非常に多いので、要は何を言いたいかってこれ多分リクルーティング用の多分 TikTok だと思うんですよね。だから、要は、今の女子たち、キラキラした職場で働きたいな、キラキラした仕事をしたいな、なんて思ってるんですけど、だからなんかインフルエンサーになろうとかですね、いろいろなことを考えてるわけですけれども、CA さんね、昔からね、非常にいろんな憧れの職場だったりしましたよね。JAL だったらですね、大和なでしことかですね、ANA だったらハッピーフライトとかそうなんですかね。ドラマとかがですね、できて、ずっと皆さんの憧れの職場だったんですが、だんだん、実は CA って結構安全要員でありながら、安全要員ってのは多分緊急な、この間もね、JAL の海上保安庁機とので衝突事故で爆発炎上した事件ありましたけど、あの時もですね、CA さんが保安要員だからこそ乗客をですね、短期間で被害へね、本当に何分というめちゃくちゃ短い時間でですね、避難をさせたということで、本来保安要員であるんですが、ただ保安要員として人を乗っけとくだけだともったいないということで、ドリンクのサービスをしたり、ミールサービスをしたり、なんなら機内販売までやらされちゃったりとかして、しかもですね、結構高い高度を飛んでるんで、放射線もかなり浴びるんですね。普通の仕事よりも何倍も放射線浴びるんで、あんまり体にいい仕事とも言えず、しかもですね、結構立ち仕事でずっと立ったまま何時間もフライトしなきゃいけなかったりする国際線とかだと。だけど、憧れの職業であり続けていたわけですね。ただ、だんだんネット上で過酷な職業でそんなに給料も高くないんじゃないのみたいなお話が出たりとか、最近で言うとですね、飲酒問題ですね。よくパイロットがですね、飲酒をして、そのまま飲酒運転してたんじゃねえかみたいな話が出たりとかして、知り合いの友達を CA とかに聞くとですね、ニューヨーク出張なのに酒飲めねえみたいな、それ、行く意味あんのみたいな。過酷な仕事な上にですね、そういった出張での、特典じゃないですけれども、そういったこともできないということで、だんだん人気がなくなりつつあったりするんですよね。実は結構過酷な職場だった的なね。いうことでですね、そういった人気がなくなるのを防ぐために僕はやってんじゃないかなというふうに思います。こんなキラキラした仕事でですね、TikTok でワンチャンバズるんじゃないの、私も出てバズるんじゃないのみたいな感じになってる人たちを増やそうという多分そういった戦略なんじゃないかなということで、ANA の TikTok が可愛いのはですね、多分リクルーティング目的だったというお話でございました。いってらっしゃい。